こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、相模屋さんの一人鍋ペシリーズを紹介したいと思います。普段お豆腐料理って言えば冷ややっこ、麻婆豆腐、湯豆腐くらいしか思いつかんけど、見てください。スンドゥブ、担々豆乳豆腐、チゲ鍋などこんなにも種類があります。普段私も豆腐大好きで結構食べてるし、豆乳もよく飲んどるんですけど、なんでかっていうと、お豆腐は体にいいっていうイメージがあるんですよね。私の中でお肌にもいいっていうのを聞いたことがあります。なので体に優しくていくら食べても健康なので、今日はたくさん食べたいと思います。では作っていきたいと思います。めっちゃ簡単なんですけどね。まろやか豆乳たっぷりスンドゥブを作りたいと思います。で、中身はこんな感じです。専用のお豆腐とお出汁が入っています。お豆腐のカップを開けてみます。中に豆乳クリームが入っています。まずはこちらを注ぎます。美味しそう。豆乳をすべて注いだら蓋を開けます。豆腐をゆっくりとこの中に入れます。そしてスンドゥブの素をかけます。で、ラップをかけずにレンジで3分半加熱したら出来上がりです。めっちゃ簡単ですね。じゃん、15種類用意できました。お豆腐大好きやけめっちゃ美味しそうですね。いただきます。何から食べるか迷いますね、こんだけあると。まずはこちらです。極うまごま担々豆乳湯豆腐です。湯葉が表面に出てます。めっちゃ美味しそう。この豆乳のクリームがめっちゃトロトロだったんですよね。お豆腐がね、温かくてすごくトロトロです。美味しい。湯葉の食感もいいですね。ごま担々の具の味が濃くってクリーミーな豆乳クリームとすごくよく合ってます。完食です。豆乳クリームが濃厚でマジで美味しいです。このお豆腐は大豆 100% で作られとるんですって。素晴らしいですね。そういうの弱いんですよね、私ね。だからね、普通のお豆腐とね全然違うんですよ。それで豆乳クリームも入っとるから味が濃厚ですごくコクがあるんですね。次はこちらです。厚揚げに肉豆腐風です。これはね、豚汁の具が乗ってます。すごいですね。厚揚げもあるんですね。ごぼうとか人参とか里芋が乗っとってすごく具だくさんです。甘い和風の味付けでいいですね。次は鶏白湯でとろりとろける湯豆腐です。すごい本格的ですね。鶏白湯もあるんですね。鶏の出汁が効いとって美味しいです。豆腐と一緒に食べます。お豆腐はね、シンプルな感じで食べられていいですね。でも鶏白湯のスープはすごく濃厚です。完食です。次はこれです。旨辛魚介の旨味スンドゥブです。めっちゃね、ご飯も進みそうな感じですよね。美味しそう。最高ですね。なんかね、これはね、生卵を落としたりご飯を一緒に入れてチンしてもいいみたいです。絶対美味しいですよね。スープ辛いけど魚介の旨味がしっかりと効いてます。ご飯が進みますね。完食です。次はね、まろやか豆乳たっぷりスンドゥブです。トロトロですね。美味しそう。ピリッと辛いけど豆乳スープが濃厚でまろやかですね。完食です。次は豆乳スンドゥブ麺です。すごい麺もあるんですね。お豆腐で作られた麺ですね。お豆腐無限大ですね。すごい。麺がね、すごいツルツルな麺ですね。ラーメンとかさ、食べたくてもカロリー気にしとる人多いじゃないですか。豆腐だといいですよね。キムチも入っとって体に良さそうですね。完食です。スープもね、罪悪感なく飲み干せますね。次はね、山椒がピリッと効いた豆乳たっぷり麻婆豆腐鍋です。豆乳の鍋に山椒がいいアクセントになってますね。完食で
とろーり湯葉の作れる豆乳湯豆腐です。湯葉が表面にできてます。他のやつも結構湯葉できてましたけどね。あ、そっか、これが本当の湯葉なのかあ、湯葉ができてます。いいですね。甘みがあって食感がすごくいいです。これはね、和風のね、かつお昆布だしなんですけど、優しい味ですね。お豆腐の味が主役になってますね。完食です。次は豆乳スープ完熟トマト風味です。こういう洋風な感じのものもあるんですね。トロトロです。クリームスープにね、トマトの風味が加わって美味しい。完食です。豆乳担々豆腐麺です。これも豆腐の麺ですね。担々麺のひき肉がね、甘辛い味がね、ギュッと詰まっとってめっちゃ美味しいです。完食です。こちらも厚揚げですね。厚揚げのチゲに具がね、ゴロゴロ乗ってますね。なんか厚揚げシリーズはボリューミーですね。いいですね。お揚げの部分はちょっと歯ごたえがあって、中の豆腐はね、とろっとしてます。このチゲスープとね、よく合いますね。辛いです。わさびとお出汁で食べるおかずやっこです。こちらはですね、レンジに入れなくってそのまま具を乗せただけなんですよ。ほんの少しも待ちたくないみたいな人はいいですよね。いいですね。お出汁にね、わさびをほんのりと効いてます。冷たいので食べるお豆腐もね、いいですね。すごくこのお豆腐はね、冷たく食べてもトロトロです。美味しい。ピリ辛肉味噌の豆乳たっぷりおぼろです。こちらもね、レンジで温めないでそのまま具を乗せただけです。肉味噌美味しそうですね。豆乳とめっちゃ合いそう。肉味噌が甘くってね、私めっちゃ好きな味ですね、これ。最後の一口です。ごちそうさまでした。と思ったらですね、豆乳スープエビのビスク風がまだ残ってました。洋風な感じですね。これが最後ですね。そう、なんかもうめっちゃおしゃれですよね。お豆腐何でもできますね。エビのクリームスープっぽい感じですね。美味しい。最後の一口です。ごちそうさまでした。いろんなお豆腐をいろんな食べ方ができてめっちゃ幸せでした。なんかお豆腐っていろんなメニューがあるけど、こんだけの種類をいろいろ作ろうって思うと結構大変ですよね。こんなに簡単で長くても3分半でできるっていうのがいいですよね。栄養も取れて味も美味しいってもう最高ですね。専用のカップで調理できて食べられて、スプーンもあるから後片付けも簡単ですね。すごくおすすめです。皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。皆さん、さっきごちそうさましたんですけど、なんとですね、もう一つまだ食べていないお豆腐を発見しました。私サクッとおかかで食べる豆乳たっぷりおぼろです。これもね、レンジに入れなくていいタイプです。お皿に移してこちらをかけるだけですね。おかかを、はい、こんな感じです。いいですね。冷たいからさらっといける感じですよね。おかかとあんだれがサクサクしてますね。豆乳の味とおかかがよく合ってます。ごちそうさまでした。最後にね、冷たいのがデザート価格でいただけてよかったです。2回目なんですけど一応言ってきます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。